アフターコロニー史上初のガンダムタイプモビルスーツで圧倒的な威力を有するツインバスターライフルを装備し、インターフェースゼロシステムを搭載するこの機体を今回はウェザー。どうもダーティーです。今回はウィングガンダムゼロを簡単なシャープ化延長工作をしてソリッドメタルカラーにしてから汚しを入れて製作していきます。皆さんはガンプラくじ引きましたか？僕はウィングゼロが欲しかったんですが当たらず、ならソリッドメタルカラーにしようと積んであったウィングゼロを今回は手にしました。赤バンダイなのでいつから積んでいたことやら。では早速一緒に作っていきましょう。フェーズ1、仮組み。まずはニッパーでランナーを少し残してカット。その後片刃ニッパーで2度切りしていきます。あとは説明書通りに組んでいきますが、胸のパーツのこの部分、黄色のパーツとこのクリアパーツは仮組みの時はつけずに置いておきます。それ以外は組み上げて仮組み完了です。モールドもしっかり入って合わせ目もほとんどなく優秀なキットではないでしょうか。一部パーツの差し替えでバードモードにも変形できますが、今回はこれで見納めになります。フェーズ2、パーツ処理。一部の合わせ目を段落ち処理していきます。肩の部分とすねの部分をまず処理していきます。段落ちしたい箇所に 1mm のプラ板を挟んで 0.4mm の高根でプラ板に沿って彫っていきます。反対側も同じように彫り、こんな感じで簡単に段落ちを作れます。肩のパーツも同じ作業で処理しました。ツインバスターライフルもお腹構造なので段落ち処理していきますが、中高はそのままで本体側だけにしています。さらにライフルを合わせた時に内側になる面に筋彫りをします。 0.15mm の高根で彫っていきます。この筋彫りは後の塗装の時のマーキングにもなります。こんな感じの仕上がりで後でイエローを塗装する部分になります。次はシールドのこの部分をカットしておきます。この部分をカットするとバードモードにできなくなるので、嫌な方はそのままにしててください。カットしてヤスリ掛けして完了です。次は肉抜き穴をパテで埋めておきます。足裏の2点とバスターライフルの黄色のパーツの内側を埋めていきます。で、タミヤさんのエポキシパテを使います。パテを同量になるようにカットしてしっかりこねこねして中に空洞ができないように押し込んで詰めていきます。少しこんもりするぐらい持って 2,3 時間後の半分ぐらい硬化したところでデザインナイフで余剰分のパテをカットしておくと完全に固まった後のヤスリ掛けが楽です。その後12時間ぐらい経てばヤスリ掛けしてフラットにしておきます。こんな感じの仕上がりです。フェーズ3、シャープ化。では各部位少しシャープ化していきます。まずはアンクルガードから各面の角度に合わせて削り込んでいきます。こんな感じに少し厚みがなくなりシャープな印象に。その後両サイドにあるリベットのようなモールドもヤスリで削り落とします。足先も丸っこい印象なのでモールドを消し面出ししてエッジを立てていきます。ヤスリで角度に気をつけながら削っていきます。こんな感じの仕上がりですっきりしたシルエットにしておきます。次は肩アーマー。ヤスリで上下から削ってこんな感じの仕上がり。同じく肩アーマーの白いパーツも薄く仕上げておきます。サイドスカートは上のモールドを削り飛ばし少し尖らしておきます。シールドの先はスポンジヤスリでシャープに。ウイング部分は下をまっすぐにしてスタイリッシュに。二の腕のアーマーはモールドをなくしてすっきりさせています。フロントスカートもモールドを削り落としてエッジを立てています。
頭はアンテナと耳の部分のシャープ化と丸いモールドを消しています。こんな感じの仕上がりです。あとフェイスラインもデザインナイフで削ってシャープにしておきます。フェーズ4延長工作では、足首と膝下、そして胴体の3箇所を延長していきます。1mm のプラ角棒を使います。まずは胴体のここのパーツからプラ棒を適当に3つにカットして、ポリキャップの下に挟んでタミヤセメントの流し込みタイプ速乾を使って接着していきます。こんな感じで3方向にプラ棒を接着して、はみ出した部分をニッパーでカットして完了です。次は足の方です。足首のポリキャップが刺さっている箇所をマーカーでラインを引きます。ラインの上にプラ棒をつけて 1mm ポリキャップが浮くようにしていきます。こんな感じです。膝下も同じようにプラ棒を接着します。これで延長工作終了です。プラ棒は両側に接着しています。断面で見るとこんな感じに強制的に 1mm 刺さらないようにしています。1mm ぐらい浮いていてもこんな感じで振ってもしっかりとしていて、スポスポ抜けることはないので心配無用です。胴体はこんな感じです。フェーズ5塗装では、ようやく塗装に入ります。黄色のパーツすべてとバスターライフルのラインを縁彫りしたところまでマスキングしてメタルイエローで塗装します。青のパーツすべてと肩アーマーの白いパーツの組み合わせ部分だけマスキングしてメタルブルーで塗装します。赤のパーツはこのメタルレッドとメタリックレッドを2対1で調色して塗装します。あとはバーニアのパーツはスターブライトシルバーで塗装していきます。で、こちら塗装後です。バスターライフルは内側の部分まで黄色いラインを延長しています。ウイング部分はブルーの塗装後マスキングしてイエローで塗り分けました。白のパーツは少し色味が明るく仕上がっちゃいましたね。バーニアは割り箸に両面テープで貼り付けて塗装しました。レッドはこんな感じ。このシールドのパーツはイエローを拭いた後にマスキングして縁の部分だけレッドで塗装しています。フェイズ6部分塗装では、筆塗りで部分塗装をしていきます。まずはツインアイに蛍光グリーンを塗っていきます。今回2度塗りしてようやく色が乗りました。こんな感じです。胸部センサーのクリアパーツの裏側にもグリーンを塗りました。あとは説明書にあるような黒の部分を塗装していきます。まずはエナメル塗料のブラックで塗装していきます。こちら塗装後です。ウイング部分の黒い箇所、ツインアイの周りの部分、肩の黄色のパーツ、頭部のモールド箇所で、これらのはみ出した箇所をエナメル溶剤で拭き上げていきます。綿棒に溶剤をつけて拭き上げたり、顔のような小さな箇所はガイアノーツのフィニッシュマスターがおすすめです。綺麗に拭き上げられました。ツインアイはこんな感じに。一部モールドが甘い部分の塗装もあるので、溶剤で拭き上げるのではなくデザインナイフで削っていきます。こういう奥まった箇所も周りだけ塗料を削ります。こんな感じの仕上がりです。ウイングパーツのこの部分をダークグレーで塗装します。その他にシールドの先のパーツの裏側、フロントスカートの上部、膝アーマーの上部分、フロントスカートのセンターパーツ、足パーツのくるぶしに当たる部分、シールドのウイングバルカンと裏側をこのように塗りつぶしています。ウイングパーツはダークグレーを塗った後、デザインナイフではみ出した箇所を調整しています。そしてウイング部分も裏側をダークグレーで塗りつぶしています。そしてシールドのこの黄緑色の部分は
メタルイエローグリーンで塗装しておきます。フェイズ7デカール貼り。では少しですがデカールを貼って情報量を増やしていきます。ここは特に特殊な作業はなく好きにデカールを貼っていってもらえばと思います。今回はこれぐらいのパーツにデカールを貼りました。グレーや白のデカールを中心に少しずつディテールが寂しい箇所を補うように貼っています。作業が終われば半光沢のトップコートを拭いて塗装とデカールの保護をしておきます。フェイズ8ウォッシング。ではウェザリングカラーのマルチブラックとグランドブラウンを使ってウォッシングしていきます。まず塗料を分けて容器に移して、まずマルチブラックからちょんちょんちょんとパーツに塗料をつけていきます。その後に濡れていない箇所をグランドブラウンで塗っていきます。今回初めてこのウォッシングの仕方をしたのですが、黒単色では出ない微妙な色味の変化がつくかなと思って2色同時にウォッシングしています。あとは全パーツ同じように作業していきます。こちら塗り終わりです。大きなウイングパーツでは色味の違いがわかります。ではウェザリングカラーの薄め液とキムワイプ、なければキッチンペーパーで大丈夫です。綿棒を使って拭き上げていきます。ペーパーに薄め液をつけて重力方向を意識して塗料を拭き上げていきます。割と雑に叩くような感じで拭き上げるといいと思います。で、どうしても段差などがあるところは塗料が溜まってしまうので綿棒で調整しておきます。こんな感じの仕上がりです。あとは全パーツ同じように拭き上げていきます。ベースパーツの仕上がりはこんな感じで、全パーツの拭き上げ完了です。メタリック塗装のパーツも程よくメタリック感とくすみが調和しています。フェイズ9スポンジチッピング。エナメル塗料のダークグレーを使ってスポンジチッピングしていきます。スポンジに塗料をつけてペーパーで塗料を落としてほとんどつかなくなってからパーツのエッジ部分にポンポンポンと軽く押し当てて塗料をのせていきます。こんな感じです。メタリック塗装した箇所もダークグレーなら馴染んだチッピングになります。全パーツにチッピングをしていきます。ボディはこんな感じに。ウイング部分は広い面にも少しチッピングしておきます。フェイズ10ドライブラシ。エナメル塗料のクロームシルバーを使って最後に少しドライブラシをしていきます。筆に塗料をつけてペーパーで塗料がほとんどつかなくぐらいまで拭き上げます。そしてパーツのエッジ部分にシルバーをのせていきます。今回はチッピングのだいたい2割ぐらいの箇所にドライブラシをしています。マニュピレーターやフレームの部分だけはしっかりめにドライブラシしています。バスターライフルも少しシルバーを乗っけると一気に重厚感が増します。メタリック塗装した箇所もウォッシングでくすんでいるのでドライブラシで少し金属表現しておきます。全体的には控えめにポイントを絞って作業をしています。ファイナルフェイズ組み立て。では最後に頭部と胸のセンサーにシールを貼ります。センサー系は付属のホイールシールでも綺麗に貼れば十分かっこよく使い物になります。で、胸部のクリアパーツも忘れずにつけて、いよいよ組み立てです。頭をつけて、では完成です。どうぞ。では比較です。シャープ化を少しずつ積み重ね、延長工作で寸詰まり感が解消され、今風のスタイリッシュな仕上がりになりました。
合計で 3mm の延長ですが144分の1なのでバランス的には 43.2 センチ分の延長になります。メタリック塗装にがっつりウェザリングは浮いてしまうのでウォッシングでくすませてから汚し作業をして違和感がないようにしました。くすんではいるけどもしっかりメタル感も残っていい感じに仕上がりました。ではアップです。全体的にがっつりと汚しを入れて劇中にもある圧倒的質量の敵との戦闘をイメージしてウェザリングしました。一部モールドを削ったりしてもともと肉付きのいい丸っぽい体型からすっきりした印象にしています。いかがだったでしょうか。今回はウィングガンダムゼロをソリッドメタルカラーのウェザリング仕上げで制作しました。はじめはメタルカラーにするだけのつもりがいじっていくうちに次々と手を加えてしまいマスターグレードに匹敵するぐらいの仕上がりになりました。自画自賛しすぎですね。で、もしこの動画が良かったと思っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。何か一つでもためになれば幸いです。ではまた。